この前あれ見るか。読めるかな。うん。タフイッチ、そう、モダン。併合禁止。もいいね。確かに4年前に開催した前回のプロツアーは確かにモダンか。モダンファレル2が発売され、モダンをより対応を行うフォーマットで変化しました。指物で発売され、うん。その先週末、そのセットの名を冠したプロツアーの舞台を整えました。最初に話題になったのは、慌てて一つ指輪。そのすぐに多くの指使いが勢いを増しました。今回のプロツアーメタゲームが事前公開した時、当初は懸念がありました。うん。左も切れて、ちょっと待ってね。サイズ。過信カードの処理数は指輪と多くの指使いが1位と2位であり、これは高レベルのエターナルトーナメントで珍しいことです。すごいよね、これ。特にモダンそんなに強化しないよって言ったパックがこうなるって。うん。はい。で、我々がプロツアー観戦し、そのプランと参加者マジックコンにモダンプレイヤーと懸念は薄れてきました。はい。様々なデッキが活躍し、うん。その週末を通じて起伏があり、興味深く対話の置かれた素晴らしい試合をいくつも目にしました。うん。まあ、トロンに対話はあったのかどうかみたいなところあるが。うん。一つ目を複数ターン内で出したままにすることでゲームが決まってしまうことは頻繁に起こり得ますが、モダンのようなパワフルなフォーマットで4マナカードが強すぎると断ずる基準は高いものです。確かにね。指輪か多くの弓使いのどちらかの逃げ切りによってすぐに決まるゲームは多くはなく、プレイヤーは何度も有利風の入れ替わる多様なゲームを行わせます。そうか。うん、指輪対策で物語からダニーが持ってかれるの間違いなく何度も見かけて、そこは、このままで真の主役は誰なんだという疑問が生じるほど、生じるか。うん。うん。まあ別に金賞出さなくていいと思うよ、モダンは。まあ正直。うん。まあ結果は健全で、まあ予選もあるしね。うん。まあ、正直出たばっかりして、まあ指輪、まあ強いけど、まあいいでしょう。同じように多くに見つかれば、モダンで楽早期以外で、ラガパンがあまり使われなくなるほど環境がタフ位置を駆逐するかなりの数成し遂げています。いや、してやったりだな。うん。ではなぜ帝豪を解禁するのか。まあ別に帝豪解禁はいいや。別にもうちょっといけるだろう。もうちょっと頑張ろう解禁。帝豪いけるなら。かけらもいけ、双子いけると思うんだけどな。やらんか、モダンマジでちょっとそういう風にした方がいいと思うけどな。うん。個人的にはかけらの双子ぐらいは言ってもいいだろうと。麦の目はダメかもしれないな。ちょっと、トロン強いって言ってるのに、無色系は、指輪強いって言ってるのにね、麦の目ダメでしょ。うん。シギレイ、まあ、シギレイも確かにかなり、でもシギレイは強いな。ハーフリングシギレイでいるとな、マジで、環境変わりそうだな。うん。イゼットマーク、いいでしょ。そんなに、ここすごいね。みんな、イゼットマークタイト嫌いだと思うけどな。見たくないと思ってる人多いと思うんだけど、その目標を立てないでくれ。他の目標にしようぜ。新デッキ作るさ。なんかね、部族デッキとかにしようよ。なぜイゼットマークタイトを強くしたいんだ。絶対これいるだろ、イゼットファンが。もう絶対書いてるわ。イゼット好きだな、こいつは。うん。パイオニア、ノーチェーン。うん。まあ、パイオニア仕方ないね。うん。まあ、パイオニアはまあ、ノーチェーンかなとは
ノーチャンもいた仕方なし。まあ、グーが出るかどうかだけだね、もう。レガシーは、願望はいいね。これは面白いね。まあ、多くの意味についてちょっとさすがにね、出たばっかだから、まあ、もうちょっと待ってるだろうと。まあ、これはでも楽しみだな。実はあんま強くないと思うけど、マインドデザイヤーね、まあ、好きな人好きだしね、結構、シングルカラー、面白かったね。結構あったね。その回帰見た瞬間さ、デザイヤーを買ったら、注文したら注文取り消しになったみたいな。そう、グーアもね、やっぱりこの前のプロツアーの以降、結構ラクロス、ほとんどみんなグーアになってる気はするから、気づいたらもう、どんどん上から順にね、やっぱダメだったかみたいな。グーア難しいんだよね。なんか強いんだけどさ、なんかグーだけで勝った感すげえ少ないんでね。オーコってさ、なんかオーコ出てきてさ、そのオーコは勝つけど、グーアって対処できるからさ、なんか結構グーアを対処した結果負けるんだよね。グーアあのカードにさ、まあ、除去2枚使わされて、まあ、ルーティングされて、まあ、その結果、他のカードが残って負ける、シェウルが残って負けるだからさ、なかなかグーがダメってなりづらいんだよな。まあ、そもそも、マインズダイヤはファンデまあでもあれじゃないキューブとかでよく使うでしょ。うん。レガシーキューブでよく使うから、みんな大好きで。まあ結局、フラスターストーンもあるからね。昔ってやっぱカウンターに強かったのは強かったけど、じゃあフラスターストームでシューンだからな。まだダイヤ面白いからいいよね。なんかツイッターでツイートでさ、なんか、生死の願望さ、めっちゃ打つとシャッフルさ、もうしなきゃいけないからみたいなのあって、面白かったね。相手シャッフルしなかったらジャッジを呼べばみたいな話があって。ストーム20で打ったら相手21回シャッフルさせられるみたいな。まあ、そもそもストーム20で打ったら投了だろ。100勝ちだと100勝ち。基本ストーム8から勝ちだからな。ストリックセーブダメ使ったんだ。でもね、ここまで見越してストリックセーブに入れた可能性あるかな、マインズダイヤ。いや、ちょっと、来年、ちょっと1、2年後に、ちょっとマインズダイヤね、回帰しようと思ってんだよね。入れとこう、みたいな。うん。初めてにつかの間回顧連できるのって思ったな。そう。ああいう、いいよね。俺もめくる系は好きだな。願望3ぐらいで打ってね。結構マインズダイヤな、ストーム3ぐらいで打つのが一番楽しいね。基本、ストーム6からもうほぼ勝っちゃうから、あ、もう仕方ない、ストーム3とか4で打って、あ、繋がったっていうのはね。ヒストリック B1 ゴールド、あ、そうなんだ。ヴィンテージ。ヴィンテージはどうなんだ。そろそろなんか出してほしいけどな。ヴィンテージプレイヤー満足してんのかな、今のヴィンテージ。うん、まあ、サーガは早く正義にしてほしいけどな。つまんないんだよね、サーガ単純に。まあ、ヴィンテージはそもそも、プレイヤー人口少ないからな。うん、不毛で割れるから。いや、不毛で割れるの全部割れるんだよな。そんなこと言い出したら。まあでも、何回出てるじゃん。言うてさ、カーンとかさ、ナーセットちょっとナーセットが最後かな。その、ルールス除くと、確かナーセットが最後で。ナーセットとはその前が、なんだっけな、磁石のゴーレムかな。その間あったかな。夜の先は分からんす。うん。結局その磁石のゴーレムとかナーセットとか、結構深い系は全部さ、なんかつまんなくなるからみたいな感じで制限になってて。物語もかなり深い寄りではあるけど。
なんか死んでるデッキあるからね。結構、ひぎ術師とか、あの辺のデッキはかなりきついね、もう。そうだね、縛る系には厳しくし伸び伸びって感じだね。ああ、そう、神秘のロも制限だね。神秘のロ、まあ指輪と比べたらまあロの方が強いか。いや、当初ドラフトは夜、なんか8時ぐらいにみんな来てやろうとなったから。うん。バザールデッキが強い気が。どうなんだろうね。まあでも、スタックスというか、まあ磁石のゴレム4枚使うときは結構文句出てたからね。まあロック系だね、やっぱり。うん。